はい、始まりました。今回はドクター風です。ドラマの話をちょっとご存知ないんですけどドクター風2人とも知らない2人とも知らないドクター風っていうなんすかドクター風って。いやわかんないですけどね。わかんないんですよ。わかんないんですよ。わかんないんですが、なんかとりあえずタイムトラベルするらしいっていうことしかわからないんですよ。なるほどなんか大気の字も多かったですよね。そうそいつのコラボが来まして、初めて撮ってるんですが、一応まあざっと見たというか、まだ全部はちゃんと見切れてないんですけども、はい、とりあえずまあマルチカラーを全部見まして、なるほど。あとは赤タンのカードあ、そういうことか。はいまあ全部見たんですけど、はい、その中で一応まあ何でしたっけ、ドクターのコンパニオンっていうなんか表刀みたいなのがあるみたいな、背景みたいなのがあるみたいなんですが、それはもうちょっと置いときまして、多色だけで今回見てきていいなと思った僕がこいつよくねと思ったやつを今日は紹介させていただくということになります。はい、アリステア準将誰やねんっていう、これもね、ドクター風を我々は知らないからはい誰やねんってなっちゃうまあ一応なんか結構そそられる能力だったんで、能力説明させていただきたいんですが、はい、バント4マナ、クリーチャー人間兵士にして33ですね、スタッツが。はい、あなたが歴史的な呪文一つを唱えるたび、白の11の兵士クリーチャートークン1体を生成する。でこいつがコンバットするたび、はい、あなたは8マナを支払ってもよい。そしたら端子表示まであなたがコントロールしている全てのクリーチャーは XX を修正を受ける。X はあなたがコントロールしている歴史的なパーマネントの数に等しい。はい、つまり歴史的なパーマネントを並べろと書いてありますよね。書いてありますね。はい。で歴史的っていうのを一応ご存じない方のために説明しておきますと、アーティファクト、伝説の全部ですかね。英雄譚英雄譚も一応歴史的なんですね。なるほどなるほど。それが歴史的な呪文になってまして、それを並べていくんですが、基本的にはまず横並びで殴るという構成になります。歴史的な書いてありますから、はい、なんで、まずマナファクト、これが唱えるだけで11が出てくるということで、そうなりますね。なんでマナファクトを20枚以上詰め込んじゃおうという、構成になります。なるほどね。はい、そしたらこの8もね、いけちゃうということで、はい、マナファクトをめっちゃ入れます。はい、で一応マナファクトを入れる関係でコスト軽減のカードがいいんじゃないかということで、鋳造所の検査官のようなアーティファクトを1コスト軽減するカードが入ってくると思うんですが、ここで1枚紹介させていただきたいんですが、エーテリウムの彫刻家というカードがありまして、青2マナ12であなたがプレイするアーティファクト呪文はそれをプレイするためのコストが1少なくなる、コスト軽減2マナであるという、これかなり噛み合いがいいと僕は初めて知ったんですが、大体青で茶色系のデッキだったらまず入ってくるんだけどなるほど、これかなりいいですよね。そんな感じでそのアーティファクト軽減のカード、あと類似のカードとかありますので、軽減していただくということでファクトいっぱい並べてくるのがいいんじゃないかと。それは引ければいいかなぐらいの感じでいいですかね。で並べていくクリーチャーで伝説のクリーチャーなんですが、まず一番噛み合いがいいなと思ったのがこのミュレルという、アルガイブの盾ミュレル、兄弟戦争のカードなんですが、新しめのカードで4マナ34で、あなたのターン中対戦相手は呪文を唱えることもアーティファクトやクリーチャーのエンチャントの能力を起用することもできない、いわゆるその堂々たる鉄柱みたいな能力がついてて、こいつはコンバットするたび無色の11の兵士、アーティファクトクリーチャーのトークンが X 体生成する。 X をあなたがコントロールしている兵士の数に等しい。これもうコントロールしているクリーチャー、これ出てくるクリーチャーが兵士なんで、こいつコンバット行くと兵士がとんでもなく湧いてくる湧いてくるんで、こいつ一番噛み合いがいい伝説の歴史的なクリーチャーですよね。はい、でそういった感じで伝説のクリーチャー何枚か入ってくると思うんですが、例えばエーデリ、ただのパワーか
暴力で一応まあ能力説明しますと、3マナー X4 の警戒でエイデンのパワーはあとはコントロールしてクリーチャーの数に等しい。クリーチャー結構展開しますが、こいつパワーとんでもないことになりますよ。なりますよ。でこいつはコンバットするたび対戦相手1人につき11を、こいつ今度は人間クリーチャーがトークンが出るということで、一応まあ3体人間クリーチャー出るんで、でもう1枚伝説のクリーチャー紹介したいんですが、国王ダリアン48世、これもスタンのカードゴリゴリのセレズニア3マナーで23で、あなたがコントロールしていてこれでない全てのクリーチャー11の修正を受ける。やばいじゃないですか。ロードってことですよね。はい。で白緑5マナでこれの上に11カウンターを置き11の白の人間兵士クリーチャートークンを1体生成する。これはまあ微妙かもしれないですね。ここ起動されることね。はい。で生贄捧げるとトークンが呪言と破壊不能を得る。噛み合ってるという。トークン全部生き残って、一応まあトークン残ってくれればなんとかなりますからね。はい。一応これが噛み合ってるカードということになりますかね。あとはまあトークンを横に増やす関係でトークンを倍にするカードもいいんじゃないかということで、まあ、最近のモンドラクっていう白のドミヌスですね。4マナ44でトークンが2倍出るというクリーチャーなんですが、これも伝説なんでかなりいいですよね。あと伝説のトークンを増やすカードでいうと双子奏者アドリックスとネブ、以前動画でやったことあるんですが、こいつはトークン確か2倍出るんですよね。はい。こいつもいいということで、こいつの場合はただあんまり、売ってない。こいつはまああんま売ってないでまああとはドローする伝説のクリーチャーっていうのがありまして、トスキ、まあこいつは結構有名なんですが、4マナの11で打ち消されないみたいです。で破壊不能でこいつは強制コンバットですと。であなたがコントロールしているクリーチャー1体がプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたびカードを1枚引く、ということでダメージを与えたらドローできる。でこいつは伝説だと。で噛み合いがいいですよね。クラジラックスなんかもね。クラジラックスいいですよね。クラジラックスっていう3マナ32でダメージを与えると1枚でカードが引ける。これ強制なんですよね。が一応ドロー系の伝説のクリーチャーとしてはかなりいいという感じで。でまあドローの今話出たんでドローの話するんですが、ドローをどんな風にしていくかっていう話になってくると思うんですよ。一番優秀なのは頭蓋骨締め。なぜなら出てくるトークンが11なんで、11のトークンサクっちゃえば普通に2ドルに変換されると。はい、そうですね。1コス軽減でファクトを置いて、例えば友達1とかから1番出してサクって2ドルでつながりますよね。だからこの頭蓋骨締めはかなり噛み合いがいいということになりますかね。はい。例えば他で言いますと忘却の偶像というカードがあるんですが、2マナのアーティファクトでタップでカード1枚引けると。でこのターンにトークンが出たらカード1枚引けると。かなりいいと。あとはもう1個はトカシアの艦隊、これも結構白緑とかだとよくある3マナのエンチャントでマナ総量が3以下である1体以上のクリーチャーがあなたのコントロール下で戦場に出るたびカードを1枚引く。1ターンに1回。だからもう1枚のカードは1ターンに1回じゃないんですが、こう調和の儀式というカードがかなり強いカードになってきまして、白緑のインスタントでこのターンクリーチャーやエンチャントのうち1つがあなたのコントロール下で戦場に出るたびカードを1枚引く。1体出ることに1枚引けるんで、骨締めでサクりました。1コス軽減されてるマナコスト出します。1番払って1ドロー2ドロー2ドローつながるかもしれないということになりますよね。なります。であとはドローしていくカード、まあ有用なカードで言いますと、まあ物読み、これは知ってますかね。一応説明しますか。まあ大丈夫でしょう物読みまあかなり相性がいいと思います。であと思考の監視者、これも物読みですね。物読みですね。物読みと同じしかもこれアーティファクト歴史的だということで。そうですね。はい。であと一応こんなんありまして、トークの旋律というカードがあるんですが、4マナのソーサリーでクリーチャータイプを1つ選んで、あなたがコントロールしてそのタイプを持つパーマネント1つにつき1枚のカードを引く。つまり兵士を否定すると爆発だと。そうですね。横並び参照、不死の連携とかも入れてもいいかもしれないですということですかね。でまあそんな感じで今構成してって、まだジャブジャブになることは確かなんで、でかい呪文は打てるんですよ。なんで、エリシノン出したり
破滅の終焉 X10 からエレシオンを出したり、することもできますんで、そうですね。はい。で一応まあそれもサーチする必要も実はないんじゃないかなっていうぐらい、もう横展開してこいつの能力自体で8マナで一撃で決まる可能性がありますよね。そうですね。はい。8マナ起動して全体に88修正とかやばいですよね。ぐらいで、まあ、例えば8体ぐらいアタックいったら致死量じゃないですか。そうですよね。はい。でまあ一応注意点としまして、まあファクトを咎めるのはもちろんケアしなきゃいけないですし、あとラスですよね。ラスをケアしなきゃいけないということで、まあ打ち消しもある程度今の構成だったら入れられると思いますんで、はい。除去もある程度入れていただいて、でもう一個大事な重要な注意点があります、ありますよね。ありますね。はい。洋蘭がこのデッキあるとないとでは大きな違いだということなんですよね。そうですね。はい。洋蘭をお求めに買うかもしれない。もう次この動画公開される頃にはもう買ってるかもしれない。なるほど。ぐらいもう欲しくなってきちゃいましたね、洋蘭。洋蘭があると、追加ターンが可能です。洋蘭がないと追加ターンは可能ではないです。そうですね。はい。なんで洋蘭あった方がいいですよっていう感じになりますかね。はい。まあそんな感じでやってきましたんで、まあ7、8以上の卓で一応ワンチャン戦える構成。まあだから広く戦える構成だと思いますけど。結構強くできましたよね。はい。こんな感じでドクター風楽しんでくださいということで、はい、今回の動画は以上になります。おしまい。